はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。また来月。また来月。また来月。ありがとう。りがとうございます。
これチョコラータっていう商品なんですけど、こう鉄板で焼いといて後でカットして、イタリアのクッキーとかを砕いてチョコレートで固めたなんか伝統菓子みたいなのがチョコラータっていうんですけど、パン屋仕様にちょっとアレンジしてみたんですけどそれじゃ菓子パンとかを砕いて固めてみたいな。釜になってるんですか？あ、そうなんですよ。これコンベクションオーブンで、こっちデッキオーブンなんで、用途が若干違うんで使い分けてます。ちょっと食感出すのと、ちょっと甘さプラスアルファで。まあそうです、夏なんで、まだちょっとだいぶ暇になってきますけど、冬とか春頃はもうかなりパツパツで焼いてるんで、朝からちょっとひっきりなしに焼き続けるって感じですね、オープンまでは。はい。これはひじきですか？あ、そうです。ひじきね、こう練り込んでます。サンドイッチ系の土台になるというか、はい。失礼します。
卵ソースみたいな感じですね。ここから1時間ぐらい焼き固めるみたいな。1時間も。 1時間、そうですね、大きいのはちょっと1時間ぐらい。
ジみたいに焼いたらクッキーみたいにちょっとサクッてした生地になる。バナナとナッツとあとチョコクリームを入ってます。にマヨネーズをプラスで入って。今入れてるのがモッツァレラチーズです。そうですね、多分。はい。方ちょっとまずいんで、ナヒ入れます。まあ親父の田舎が晩ご飯とかで、米作ってあってだし入れて、でせっかくなんでなんかパンに使いたいなって。やっぱ全然違うんですか？違うと思う。ブレンドとかされてないんで、もうそのままそこの畑で作ったやつをそのまま入れるんで、まあそれはいい
なと思いますよね。これが何肉ですか？これ鴨肉。マスタードの上に粒胡椒をトッピングしてます。
するもんでシートとか用意。ちょっと距離があるんですけどね、自転車でたまに行ってます。あとグリーンカレーのそば飯パンを食べたくて来ました。買いたくて。こっちの方が好き。こっちの方が好き？これをそう、今から自転車の後ろで食べます。何食べても美味しい。甘いタルト系も美味しい。そうですね。タルトね、ケーキっぽくてね。朝何人いるんですか？いや、そうですか。9とかなんですよね。結局最終。人増えてきて、やっぱその子たちのちょっと将来のことが考えると、活躍してもらえるような、場を作ってあげないといけないのかなっていうのは、もう考えるようになりましたね。はい。なんかすごいチーズ乗ってる。これにする？これは？これ美味しかった。ありがとうございます。袋ご利用ですか？ミニスープのタルティーヌが1点。ありがとうございます。ありがとうございます。母がいつも美味しいところあるから行ってみようみたいな感じで誘われて来ました。今回リピートしたのはこれハモときゅうりのネギ、これめちゃめちゃあっさりしてて美味しいんですよね。夏に良さそう。めっちゃ芋が好きですごい美味しそうやなと思ってこれ楽しみです。お昼ご飯用もあるので結構惣菜を中心に。こっちちょっと甘い系を下に桃のタルトとかいちごバージョンもあるんですけど今回はこれ桃なんでこれすごいですよね。多分季節によって違うのかな。中にクリームも入ってすごい種類が多かったのでめっちゃ迷いましたでもあれもこれもみたいな感じでこのもうお惣菜パンはもう十分もうお昼ご飯としてもボリュームもあるしいろんなものが入ってるし
美味しいのでぜひ今日はもう家族も初めて食べると思うので自慢したくていいですね昼ご飯がしっかり食べれるパン屋さんは目指してます。満足感を出せるようにします。はい、なんでできるだけ種類とちょっと惣菜寄りなお店にしたいなと思って、はい、でこんな雰囲気にしてます。はい。もう早速召し上がってますね。おいしい。パリパリ。明太アーリオオーリオ。うん。中も結構入ってる。おいしい。僕はこれなんかエビのなんとかビスクのキッシュっていうやつ。私これハーブソーセージと梅ひじきって書いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は結構来てます。初めてです。アップルパイが気になってきました。そう、すごくね、アップルパイが美味しいんです。こんな感じ。すごく美味しいんです。結構早く来ないとなくなってる感じで。これをめがけていつも来てます。こっちがカレーパン。これもすごく。このバーガーですね。すごく重たいです。重たい。重たい。なんかもっちりしてるというかね。お前重量感があるんですね。今日食べます。今日で迎えます。レーズン種なんですけど、天然酵母みたいな感じをうちはちょっとこれが一番力強いんでレーズン種でレーズン酵母で統一してやってます。
レーズンがちょっと一番なんですかね、高温になりやすいとか、まあ、人によっては別にマンゴーとかでやる人もいますけど。なんですかね、もうこれが工房になってて、これ自体がこあ、まあそうですね、何個かある工房の1個はこれにします。一回ちょっと生地にしてから使ってます。茹でるだけなんでします。はい。リンゴの皮ごと煮込むんですね。リンゴの赤い色がつきやすくなるみたいで、リンゴが美味しそうに見えるので。羽ボラーネさんで買われて公園で食べようみたいな。そう、まんまです。本当
ともと調べてくれたか。もともと行きたいなと思ってたから。で、めがけて行って、で、買って、近くで公園探して、めっちゃ迷ったよな、選ぶとき。めっちゃ迷った。めっちゃいっぱいあったから、多分食べきられへんぐらいかな。めっちゃ買っちゃったもん。なんか気になったパンとかありますか？もう食べてる。これをみんなで分けようってめっちゃ美味しそうやったのがありすぎて全部読み切るのにまず時間かかるみたいな、確かに迷うからな。迷いすぎてやばかったご自身でお店をやられるっていったタイミングで奥様はお誘いになられた。販売をお願いしますだいぶ1年以上悩んだんですけどそうなんですか。みんな地元の友達とかにも相談しながら、まあ、やってみようかなぐらいな感じで手伝い始めましたかね。表は任せるで後ろはもうボードはしっかりねパン作りをする。店名の由来とかはイタリア語でパネってパンじゃないですか。ボラーレが羽ばたくとか、僕名前が意味が羽ばたくとかなんで、そういう自分の名前の意味に近づけたかったな。キャラクターは作りたいと思ったんで、羽ばたくというか鳥じゃないですか。だから鳥がいいなと思ってキャラクター何か自分どんな鳥好きかなと思ってやっぱ走る方好きだったんで、ちょっとシュールな感じがいいなと思って、あれがすごい気に入ったと思います。ありがとうございます。
もうなんか熱々でやっぱ挟めないんで、最初にもうやっといて、冷めた状態で挟めるようにしてます。一晩かけてゆっくり発酵させてたやつです。こっちはぶどう食パンです。こっちはいろいろちょっとサンド用のパンだったりとか。パートさんがそうですね、7時に、はい、今日もなんですけど、それまでね、一人で黙々とやってるから、おはようございますまで誰とも喋らない。全然仕事と関係ない考え事したりとかできますね、この時間で。お昼になりたり。あ、食べられます？いいんですか？あ、どうぞどうぞ。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。
これ桃クリームですね。さっき言ってたデニッシュの中に入ってる桃クリームです。こちらがカレーですね。これは製あん所のあんで美味しいやつです。粉とか仕入れてる業者さんが紹介してくれて、でいろいろ試したんですけど、これが一番美味しいなと思って、粒あんパンなんですけど、当たりだけに栗入ってるんですよ。当たりです。こうたっぷり入れる。そうですね。一口目から食べたい派なんです、具を。なかなか具までたどり着かないやつないです。あれがあんま好きじゃなくて。何を頼まれたんですか？クリームパンです。ミニクリームパン。はい。でもお客様のなんかそのご注文があったら、はい、それに合わせて。あ、そうですね。なんかできることはなるべくやりたいなと思ってて、可能な限りお答えするようにはしてるんですけど。ちっちゃくて指がつりそうになる。ちっちゃい可愛いですね。ちっちゃいですね。こっちは普通のクリームパンですね。うちの。こんなん入ってるんですか？そうなんですよ。クリームたっぷりすぎますね。たっぷりなんですよ。笑っちゃいます。びっくりしました。マジですか？はい。ミニと比べたら全然ちゃうでしょ。全然違いますね。全然違います。で焼き上がりが。
は、BLT サンドですね。これって浮き上がってくるんですか？そうですね、焼いたら、そんな目立たないですけど、読めるようにはなります。見ます？本当だ。あるんで、木曜の段階でちょっとくるんちゃうみたいな感じだったから、4種類のとろけるチーズが入ってて、今めっちゃ美味しいですけど、冷めてもチンしたら結構とろとろまたなるんで美味しいです。チーズ好きにはたまんない感じです。枝豆、コーン、ピーナッツ、大葉、エピ、かけ1でお大物です。お願いします。お願いします。今のは何の？今日の予約の確認情報共有というか、焼いたやつをこう店出しちゃうと。こちらも白バラ牛乳さんで、そうなんです。揃えられて、うち食パン仕込みはこの牛乳でやってたりとか。へえ、そうなんですね。はい。そちらは何なんですか？これは桃のデニッシュに乗るミントですね。桃のデニッシュに乗せるミント。はい、ハーブです。私も下手で何回か辛くしてるんで。ああ、そうなん今は結構いい感じに育ててます。へえ。ミントですね。出ましたね。開けると全然違う。そうなんです。なんかイメージがね、また変わりますよね。
せん。おはようございます。よくこちらには通われてるんですか？はい、もうお世話になってます。で、うちイベントさせてもらってて、ここ借りたりとか。で、去年仮装大会の、はいね、はい、1位決めてくださって。そうそう、うちも飛び入りで参加やってもらって。急に。お待たせしました。いつもありがとうございます。気をつけて。もともと家が近くって、でも散歩してる時にここを見つけて、イートインもあるし、美味しい。もう全員家族好きなので、朝ちょっと余裕ある日は土日来たりとかしてます。ちなみに好きなパンなんですか？焼きそばパン。焼きそばパン。あ、いいですね。私は今日も買ったんですけど、チョコレートの入ったクロワッサン。イベントというか、そういったのはもう毎年恒例的にやられてるんですか？そうですね。はい、去年からここをお借りしてて、でハロウィン特製のお化けのパンとか、かぼちゃのパンとかも作ってくださってて。じゃあもう地域のイベントみたいな形で。そうですね。はいはい。こんな感じですね、サイズ感で。全然違う。いいですか？卵フィリングですね。今クリームパン焼きたてです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、一番お願いします。
持ち帰りの袋ございますか。これで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。今のお客様はまあご近所さんでめちゃくちゃ仲良くしてもらってる人で、一緒に卓球やったりね、いつも。はい、卓球仲間です。あ、後藤さんが？あ、そうです。私夕方今の方はご夫婦と卓球で汗流して。これで流されたら。香りますね。そうなんですよ。いい香りですよね。チーズもゴロゴロですね。チーズも多いんです。なんか全部具ちょっと多いって言われ、スタッフに文句言われたことある。すぐお腹いっぱいになるからいろいろ食べられへんって言って。切ってやろ。切ってない。すぐ切ります。はい。ありがとうございます。あ、また見てます。すいません、お待たせしました。はいどうもいつもありがとうございます。いってらっしゃいませ。ありがとうございました。焼きそばパンまもなく出来上がります。いらっしゃいませ。おはようございます。ありがとうございました。うん。なんかカッターみたいな。うんうん。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。お願いします。いらっしゃいませ。はい。でも泊まりに来る。これや。あ、こっちに。
もうよく通われてるんですか？そうなんです。めちゃくちゃよく来てくださるんです。お母さんのおすすめのパンは？おすすめパン、最近ちょっとハマってるのが、アンドーナツ。ほらね。アンドーナツのパン、美味しいんです。山形食パンはずっと食べてくれてます。ずっと。最近ね、朝も夜もパン食になったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こちらのお店はよくも来るんですか？たまに。いつもじゃあゆっくりしてこうやってドリンク。何のパン食べてるか見せてもらってもいいですか？まだ6ヶ月、もう7ヶ月になるんですが。やっぱワンちゃん連れてやっぱ来れるお店ってすごいありがたいですね。ありがたいです、とっても。一緒にワンちゃんのおやつもあるので、一緒に。はい。そうですよね。家族でご飯食べれるって感じですよね。はい。お待たせいたしました。取られた。こんだけ広いので、やっぱこの大型犬を連れて歩くっていう気兼ねなく行けるのもまた一つ魅力かなと。これはそんなに触りしか教えてない。レモンの冷やすパンです。そうや、もうなんかリモンに一つで終わりよね。あ、これね、そうなんですよ。アメリカのアンティーク。ステンドガラスもありますし。あ、そうそう、あれもね、そうなんです。あれもアメリカの結構古いステンドグラスで、そういう雑貨屋さんで買ったんですけど、その雑貨屋さんがなんか店舗設計もしてるって言って、いらっしゃいませ、おはようございます。で、結局そこで設計もしてもらって、それでこういうのもいっぱい取り付けてもらって、その雑貨屋さんで売ってるやつを。あ、じゃあレジのタイルとかですか？あ、そうそうそう、タイルも棚は持ってたんですけど、タイルをアンティークのタイルで買ってもらって、トレーとトングを置いてるやつとかもうちの工場にあった道具入れを加工してもらってあれにしてもらったりとか。加工してもらったんですね。あ、そうなんです。もともと結構油だらけの工具入れやったんですけど、綺麗にして上にこのトングかけるとこを取り付けて味があるんです言ってくれたからそのままで使ってます。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとう。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。お願いします。ミニクリームパン。そう、ちょっとちっちゃいの作ってもらってて。今日このミニクリームパンはなんか特注みたいなんですけど。これちょっと今日保育園のママの集まりがあってそこに差し入れにお騒がせしました。ありがとうございます。おすすめはもうクリームパンですかね。やっぱりクリームパンなんですか。多分大阪で一番クリーム入ってます。バカツパン。バカツパン。
クリーム多すぎて爆発しちゃうの？あ、そういうことか。そういうこと？こちらで働かれてるんですか？アルバイトさせてもらってて。なんかいつも一緒に働かれて、どういう方？常連さんをすごいびっくりするぐらい全員覚えてて、なのでもうこう町のパン屋さんって感じですかね。なんかあれお願いわかりましたで伝わるみたいなそんなやり取りがよくあるんで、そんな印象ですかね。後でよかった。10時。ほんまですか？私が多分教えました。じゃあこんなとこあるんや。お気をつけください。ありがとうございました。気をつけて。クロワッサンが今一番ここの気に入ってるんで。クロワッサンがお気に入りですね。後藤さんもめちゃくちゃいい人ですよね。そうなんですよ。じゃあ娘さんも安心して働けるというか。平野駅から家帰るときにちょっと開いててシャッターがで看板出てて何やろうみたいなって思ったらパン屋さんって聞いて、で空いてる日にたまたま行ったらでもめっちゃパン美味しいみたいな。これチョコですね。色のついたチョコ。これにしようかな。いけました？あんまり書いたらこの文字が埋もれたら文字がね読んでほしいんで。めちゃくちゃ嬉しいです。いいですね。可愛くて華やか。今日はありがとうございます。いらっしゃいませ。32万人。あ、そう今日取材来てくださってる方。おめでとうございます。ありがとうございます。登録32万人おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかったです。めちゃくちゃ華々しくやっていただいて、可愛いですよね。いろんな色めちゃくちゃ可愛いです。もうご注文してた以上の。本当ですか？はい。いや、それは良かったです。いつもありがとうございます。あ、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。どちらまで？ちょっとお店の買い出しにちょっと行ってきます。買い出しに。すぐ近く。はい。お願いします。はい。気をつけて。いかがですか、その開店から今まで見てきてというか、はい、なんか変わったこととか。それはやっぱりね、すごい売れっ子パン屋さんになった。やっぱ徐々に、はい、美味しいのがこう広まって、はい、ワンちゃんが来れるようになったのももう最初からではないので、本当にもうだんだんこう少しずつ変わっていったっていう感じですかね。はい。後藤さんの、お人柄って高校生の時に思ってたのとは違った印象ですね。おとなしいっていうか静かな方なのかなと思ってたら、すごく
面白いし接客もすごく素敵な接客ですし、素敵な方ですね。オープニングからいやもうそうですね、ほぼオープニング同級生というまさかこの同じクラスにはいたけどこの人と一緒に働くなんて当時はもう1ミリも思ってないお互いにすごいですね、なんか巡り合わせってあるなと思います。はい、ありがとうございます。すっごい助けられてます本当に、彼女がいたから今があるみたいなこのお店があるみたいな本当に助けられてます。でもまあ彼女だけじゃなくてね、本当たくさんの人に助けてもらってって感じですね。12月で9周年になります。今が9年目ですね。だから長いですね。まあ長いような短いようなですね。まあまだまだね、これから細く長く続けていけたらなと思ってるんで、どうですか、この今開店してから変わったこととかはあるんですか？でもずっと来てくださってる方もあるけど、やっぱお客様も入れ替わるというかね、本当に幼稚園やった子が中学生になってちょっと思春期になって前みたいに喋ってくれへんようになったりとか、そんなんもあるし、でさらにまた成長して喋ってくれたりとかね、なんか本当楽しいです。いろいろ、やっぱお客さんあってこそなんでやっぱり楽しい毎日ね、本当楽しいですよいろんなお客さんがいて、でも本当楽しい、楽しいなでも今日もおもろかったなそうこんなお客さんおってなとかってとかもあるし。お昼しません？お腹減りません？いいですか？食べましょう、一緒に私もほら朝とか食べないからお昼めっちゃがっつり食べるんですよ、いつも。いや、お腹空きました。お腹空きましたね。はい、食べましょうか。いただきましょう。どうぞ。やっぱついついずっと朝からパン見てたら、なんかお昼はご飯とか麺食べたくなって私はパンも普通に食べるんですけど、こういうお弁当をいただくこと多いです。ごちそうさまです。あ、いえいえ、ありがとうございます。ごちそうさまでした。このポストなんかはその当時のままですね父がつけたやつがそのまま残ってまして、なんでなんかこういうちょっと大きな電力とかの名残、撤去するのにもお金かかるので、もうそのまま残せるやつは残してまして、クレーンとか、はい、この地面を一応ペンキ塗ってるんですよ。壁の一部と地面塗ったんですけど、このすごいまだらになってるここだけは工場のままの名残を残そうということで、ここは塗ってなくて、当時の作業のペンキの跡がそのまま残っているのがここです。どうしてその要所要所に名残というか、父が廃業したわけじゃなくて、突然亡くなって、ここで現役で仕事してたんですけど、突然亡くなったので、まだ仕事できる年やったし、したかったやろなみたいなのもあって、できる限り残せるものは残そうみたいな感じで残しました。今お店になってる奥まで全部工場だったんですね。その途中に仕切りをつけてもらって、ちっちゃい小屋を建ててパン屋にしたんですけど、一番奥まで鉄工所だった感じですね。厨房の工場の名残でいうとどちら？これ父が書いてた字なんですけど、ここ最初なんかで埋めようって言ってたんですけど、いやこれは残そうって言ってくれて、父親がなんか書いてた文字をちょっと残してますね。ここぐらいかな、残ってんの。あそこにもともとこう囲いがあって、あそこは事務所になってまして、それはそのまま使ってます。はい。
なんか使えるものは使おうって言ってくれて、本当にこんなんとかもすごい今となってはめちゃくちゃありがたいですね。父が使ってたやつをそのままなんで。でもなんかお父さんを感じるというか、なんかふとあの文字が目に入ったりとか、頑張れるじゃないけど見られてる感もありますね。まあ見守っていただいて、そうですね。いやーなんかね、お客さんは喜んでるよって言ってくれはるんですけど、なんかこんなに仕上がってって最初は思ってたんですよ。怒ってるかもなみたいな。でもまあまあ今となってはね、そのままもう何にも手つかずで置いとくよりはこうやってね、皆さんこうやって集まってくださるような場所になってよかったかなとは思いますけどね。確かに一つのもうコミュニティになってますからね。そうですね。それをまあ作ったのはまたすごいですね。まあね、まあこんなことを想像しては作ってないけど、結果そうなって本当嬉しいです。はい。場所もちょっとね、一方通行の道で知る人しかこの道前を通らないですね。で、宣伝とかもせずに始めたんで、お客さん来てくれるんかなみたいな不安はすごいあって、気づいたらね、もうこの8年超えて、本当おかげさまでとしか言いようがない感じですね。はい。今後どういったお店にしたいみたいな、まあそれか後藤さんの今後の人生、どんな人生を送りたいみたいなのあるんですか？いやもう本当に現状を可能な限り続けたいっていうだけですね。もうよくは言わないんで、今ぐらいのペースでやっていけたら一番ありがたいですね。と細く長くって感じで目標です。はい、できます。ありがとう。天球32万人パン物語。いただきます。いただきます。おいしい。桃ありますよ。桃？すごい。おいしい。
小麦の風味を出すために石臼のちょっと粉を入れてこのミキサーがダブルアームミキサーって言って人間の手に近いような動きをする生地にダメージがあんまりなくて箱だですね。このミキサー多分あんまり見たことない。で少しオートリーズ菓子パンですね。このあんこ大阪に流通してなくて兵庫県のあんこ屋さんなんですけど、美味しいから無理言って大阪にも流通してくださいって言って頼んでるんですよ。これはクッキー生地を上に乗せるクリームパンですね。食感楽しんでもらおうと思って、だからあえて中身のクリームは少なめにしてるんですよね。普通のクリームパンよりかは。お菓子屋さんがやりそうなクリームパンっていうなんかコンセプトで、この上にこうクッキー生地を絞って。下にこれカスタードめっちゃ多いですよ。ラジオからね、FM から届いて、あなたの心に届いていただいたことをありがとうございます。1年前からカレンダーに8-2バースデーとしてアーモンドフードと待ってる。YouTube とか
中はスポンジとアーモンドプードルと、とりあえず焼けてから何しようかなっていう感じで。これザラメ。今回やったら誰や？もう一回焼くの？開いてます？あ、いける。クルンジって言ってクロワッサンの形したやつをこうバンって潰すんですけど、それとありきたりやなって言って渦巻きにしてやろうって発酵した生地をこうドンと潰すプレスやつ。キャラメリゼもう一回焼いてこの表面をもうカリカリにしていくって感じで、これをもう一回焼く。こんな感じですかね。この辺がこうキャラメリゼになってて、多分表面ももう硬いんですよね、冷めたら。これは中にスポンジとアーモンドクリーム入れてて、ここにちょっと穴開けてなんか絞ろうかなみたいな。スポンジとアーモンドクリーム、ここのデニッシュの層が縦にしてるんで食感が多分面白いはず。どうぞ。よろしいですか、はい、ありがとうございます。もうそろそろいけますかね。普段会話ばっかりしてる。全然 OK です。難しい。シュパシュパしてるみたい。
ぱしてて。ないでしょ、この朝日を浴びない。この時間は邦楽のヘビーローテーションナンバーをお送りします。商品は何個ですか？結構な高級ライン。だから何を言いたいのかを先にブレインダイブして基礎商品のはい。そうなの？高級にのがきっかけです。ありがとうございます。これって実際に運転食パンの中段の仕込み。お水はこの立山の水使ってるんですごい口当たりが良くてミネラル分が美味しいです。バターですね。四つ葉のバター。トータルバランスで言ったら四つ葉のバターが一番良かったかなって感じで四つ葉にしてますね。これが中だね。朝売り切れる分だけとりあえず焼いてまた昼から焼いて夕方焼いてっていうのを何回も繰り返して焼いてるって感じなんで本当に6時とかからでも焼いたりとかしてるんで。それはどうして？仕事終わりに買いに来てくれる人がすごい多くてパン冷めてたら俺やったら食べへんよなと。せっかくこういうオールスクラッチ法でやってるんやったら焼けるんやったら自分らで焼いたらええんちゃうって感じ。上にダマンド引いてるんです。オザマンド。これはごまの生地にプラリヘーゼルナッツのプラリネ塗ってミルクチョコにアーモンドが入ってますを挟んで食べちゃ本来ちょっとラワンドのとこパンにうち結構なんかふざけてやってるとお客さん受けめっちゃいいんですよ。厨房の方に手振ってる人とかいてるんで来たよみたいな。これフランスパンですね。低温熟成させた生地の。これは前日
の夕方に練って冷蔵庫でずっと置いてるって感じですね。イーストを使わずにルヴァン液で発酵させてるんで、ゆっくり発酵するタイプの生地ですね。手書きです全部。なんかその時によって変わったりするんで。プライスカードがかなり特徴的だっていうお話もあったんですけど、これどなたが考えられてる？私がたまに言ったりもするんですけど、シェフが大体言ってます。先ほど書かれたのはこれは？こっちです。抹茶のゼリー、抹茶のムースに最後黒糖のゼリー入れて、あんこと牛皮です。豆うち自家焙煎やってて、それでどれですか？こっちのコーヒーゼリー。コーヒーゼリー。はい。自家焙煎のコーヒー豆をでハンドドリップしてからゼリーにしてます。なんか夏に毎年ゼリーやってるんですけど、ちょいちょい新しいの出て。これをなくなったら追加、なくなったら追加っていうのをやってますね。ここにこれただ単純に猫の足にしとけば売れるかなっていう。ゴマフレよりも足にした方が可愛いんちゃうと思ってる。クリームパンはアーモンドスライスが美味しいんですけど、アーモンドスライスが結構たっぷり。これがこう溶けて表面がちょっとカリカリになってって感じです。でアクセントにザラメを。ザラメ結構使うんですよね。食感とやっぱ味が美味しくて、食べた時にちょっとカリっていう食感が。ここがさっきのクッキー生地ですね。この表面が硬くなってて、ザラメの食感と。層がバーって出てるから食感がもうザクザクザクってなって美味しいですね。これ猫。焼く方が美味しいので種類しかないやつもあります。もっとぎゅうぎゅうだったんですけど、
パンは絶対買ってるのと、クロワッサン好きなんでクロワッサンはここで買ったアイスコーヒー、水出しアイスコーヒー、美味しかったです。めっちゃうまかったです。よかった。気をつけて。ありがとうございます。この辺に住んでるんですけど、まあたまたま歩いてて見つけたというか、パンの紹介、一言紹介みたいなのがちょっと面白くて、家族も美味しいっていうから、スタッフさんもなんかすごい話しやすくて、まあ、楽しく来れてる感じですね。パンおすすめとか。おすすめ食パンですかね。このまま食べても美味しい。個人的にクロワッサン大好きなんで、このチョコクロワッサン、恵方ロールみたいなのも、恵方ロール、恵方巻きあるじゃないですか、それのこうパン屋さんバージョンというか、変わり種で面白いなみたいな感じで買ったこともありますね。この辺すごいパン屋さんとかコーヒー屋さんとかたくさんありますけど、その中でもすごくお気に入りで利用させてもらってますね。イベントの時大体なんかやってますね。恵方巻きとかお任せでもう適当に作ってみたいな、ロールケーキみたいな。そうそう、もうスイカをどんどん焼いていくって感じですね。これね、野沢菜お漬物ですね。これを結構味の濃い方の野沢菜を選んで、いらっしゃいませ。結構みんな映りたがる。なんかコールが違うらしい。そうなんや。よいしょ。上から鉄板をこれぐらい薄くして。これがムースですね。コーヒー。これがまあよくある一般的なちょっと普通のゼリーなんですよ。重たいぐらいですよね。すみません。ありがとうございます。でこれが僕らが自分らで生豆から選んで焙煎した。濃さちょっと違いますね。全然雑味が入ってない分透明度がすごい綺麗なんですよ。でもこれはコーヒーゼリー専用の豆みたいに作ってて、でここでムースでちょっと固めといて、さっきの自分たちが焙煎したコーヒーゼリーをこっちは多めに入れてますね。だから全然透明度が雑味が全然なくて綺麗に出るんですよ。やっぱ液体がこういう風に流れてくるんで、これがこうムースにこう染み込んでいくんですよ。でこのムースが薄くしてるんで、この染み込んで濃くなるって感じ。これが抹茶のゼリーで、これが黒糖のゼリーですね。でこれが抹茶のムース、自家製の牛皮。これも味が濃い抹茶にしといて、こっちを少し薄くしてますね、味は。黒糖のゼリーですね。
牛皮をこう乗せる。もう全部自家製ですね。豆も選んできて、僕の嫁さんが焙煎しに行って、で豆持ってきて、ここで粉砕して、その袋に自分らで入れて、パッキンして売ってる。どうしたい？すごいね、これ。どうやって作るんだろう。すごい、いいよって。あ、そうそうそう、これを楽しみに来たんです暑くなってきたからこれおやつでゼリーとかいいなっていう。はい、はい、どうもありがとうございます。まあ1回か2回ぐらい鳴らすとそう 1,2 週間に1回は来てる感じですね。西洋わさびのパンが美味しくて毎週買ってます。店員さんもすごいフレンドリーで、フレンドリー、すぐ覚えてくれたりとか。なんか一回この西洋わさびがなんか店頭になかった時があって、あ、今日例の物ないねって話してたら僕からこちらにありますってちょうど出来たてのやつ出してくれてまあそういうところがいいなって思ってますね。インスタとか見てると最近すごい忙しそうなんですけど、倒れずにこれからもよろしくお願いしますこれパン粉ですね。これでなんかただのカレーパンやったら面白くないよねって。じゃあ周りに乗せよう。これであとチーズ乗せて。こんだけネギ入っとって売れるかなとか言ってたら案外なんかみんな好きみたいでネギが。いらっしゃいませ。みんな普通こうやって転がすんですけど、この親指でこう締めていってるんですよね。ガスまだある状態で、これでこう
やるとガスが全部ここに抜けてて、このタイミングでガス抜いていってるって感じですかね。締めながら。さんで一番しんどいのこれなんですよ。持ち上げる。走ればよかった。で、押しますね。みたいな感じで。しかも海外からのやつなので。ありがとうございます。お願いします。このままで大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。さよなら。バイバイ。食パンに生クリーム入れるんですよ。コクは別にそんなに重要視してなくて、この耳が柔らかくなるっていうぐらいの生クリームの量にしてますね。今から出てる。シロップに1週間ぐらいつけて、ラム酒のだからこうレーズンがシロップがこう染み込んでるっていうか、こうやるとこれがレーズン食パンのレーズンですね。生地に対して 90% ぐらい入れてるって感じで、だからどこ食べてもレーズンが入ってるっていうのがやつですね。どこ入れてもレーズンが入ってるんですよ。レーズン自体がすごい柔らかいんですよね。だからそれの粒を潰さないように混ぜないと。
甘いの。甘いのこれでいいか。別にクルンジにしてもいい。あ、クルンジにしようか。リボン。リボンやめて。でもクロワッサンとして。間に合った間に合った持ってき方微妙かもしれない。前からここよく買い物に来て、パンは買いに来てるんです。クロワッサンとパウンドケーキと、これはアップルパイですか？クリームパンですよね。はい。凝ってますよね。割と美味しいなと思って。でもお店の方は親切ですよ。だからもっとありがとうございます。ないです。卵の量がこれめっちゃ多いんですよ。なんでちょっと乳化させるためにチョコレートを先に。
ラム酒ですか？はい。もう香りがすごいですね。あ、ほんまですか。それでは焼いた後はアルコールはもちろん飛ぶので全然嫌な感じはなくて香りだけ残る感じです。ですね。ええことや。くれる子やってもう一切レジの方とか見んでもすごかった。すごかったですね。めちゃくちゃ動き。なんか入れます。失礼します。これお二人だけですもんね。そうなんですよ。だからちょっと頑張らん時だけは。今まではどちらで働かれてたんですか？あ、シェフが巻いてたとこでそのままひっついてきた感じです。どうして行こうって思ったんですか？シェフが作るパン好きだったので、もうそれが見れなくなるなら意味ないなーって、その時にお声かけしてもらったから、じゃあ行けますみたいな。もうちょっとだけ僕回すんですよ。これでしばらくちょっと置いとくって感じで。あと2個だっけ？2人やってうまかった方がやる。じゃあお前それみたいな。そうなんですか。そうですね。なんかどっちかがやって、ちょっとこういう情熱スタイルで歌いながらやって。
ごいみんなねマクン褒めるんですけど焼いたん僕なんですよ。とこ取りしてるやつみたいな。はい、お願いします。パン屋さんなのに、これだけいろんなジャンルをやられてるのはなんでなんですか？もともと一番最初で働いてたとこがパンもやりつつケーキもやってたんで、スタイルはパン屋がやる洋菓子みたいなんで、僕が大体できるとこの子が次できるようになるんで。あ、もう何でもできてしまうんですか？全然。どうして独立するときにお声かけされたんですか？服装とか見とっても色彩センスがいいのと、あと勘が働くなと思って、分身みたいな感じの動きしてたから、これでいけるなみたいな。最初よりツヤが出てます。で、ちょっと流して伸ばして伸ばして最後伸ばしてで固めて終わりです。バレンタインここで買う人が増えた。これを運ぶ。逆に言うたら僕このチョコレート中身何も知らないですよ。中身がこれがさっきのフルーティーなダークチョコレートで、これがミルクチョコとヘーゼルナッツのプラリネを一緒に合わせたものが入ってて、こっちが抹茶の味が入ってます。こんな感じで僕語れるんですけどね。はい、ありがとうございます。これがリボンのパンです。これがモンブランです。美味しそうすぎる。可愛いってかこれ。でこれがアップルパイです。モンブランはインスタで見て美味しそうやなと思ってなんか買おうと思っとって、でなんかリボンのパンはなんか見た目が可愛かったから買います。アップルパイは初めて見た形のアップルパイだったんでアップルパイにしました。おしゃれやし美味しそうやし、また行きたいなって感じです。マロンクリームとカスタード。ありがとうございます。ここのレーズンパンすごいもっちもちですごい美味しいんですよ。水分がいっぱい入っててレーズンもプリプリしててすごい美味しい。今日はなんかインスタで載ってたリボンの形したパンかわいいなと思って、シェフの気まぐれって言ってなんかナッツとチョコかな入ったやつとクリームパン美味しそうやな。
インスタとか見てるとすごいこだわって新商品をいっぱい作ってるなと思って、結構なんかケーキやらチョコレートやらなんかパン屋さん以外のことも結構やってて、これからもいろんなものをチャレンジしてください。はい、楽しみにしてます。はい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。クワドロケニアっていうは40人格の造語ですごいなと思った人のなんかいいとこを取って作ったお店ですね。だから見た目もそうやし、食感とかも5巻プラス第6巻で店をするみたいな目標じゃないですけど、クワドロフェニアさんのコーヒーが飲めるところを出して、この子に任せて僕はここでやろうかなと細々そうです。女の子が活躍できるような場所にここはしたいなっていう。私もできるようになったらいいなっていうのもあるし、一緒にやらせてもらおうかなっていう。100点。もうちょっといいコメント用意してくれた。俺を。シェフかっこいい。珍しくちょっとワックスしてきたからな。あれ崩れたけどな、すぐ。レーズン食パンもお願いします。夏野菜のピザトーストっていうやつで、米粉の食パン、米粉 100% の生地で、卵も乳も小麦も使ってないので、もう味付けはもうお塩とあれだけです。豆乳シュレッドって言って
牛乳とかを使ってないシュレッドチーズみたいなやつだけです。レーズンフレンチと雪あかりっていう生のウインナーなので一旦入れます。ミツセドリって言って地鶏ですね。アニマルウェルフェアにもちゃんと取り組んだ鶏です。アニマルウェルフェアっていうのはイギリス発祥で家畜動物の優しくしようというそういう取り組みがあって、環境が悪いところで育てられた鶏や豚や牛さんがその飼育の仕方が主流になってるっていうことを知りまして、で、知れば知るほど最初は鶏さんの卵のね産卵系の最後というか末路といいますか、それをたまたまインターネットで手にして。一応自分のパン屋としてできることはちょっとやりたいなと思って、まずはあれですね、卵を全部平飼い卵に変えました。できるだけ動物に優しい飼育の仕方でされてるものを使うようにしようと。フライパンでは焼き目をつけるだけで、あとはオーブンで焼いてます。流し込みます。トマトの生地ってこんなトロトロなんですね。何も入れなければこんな感じです。ちょっと小麦を入れたりとかグルテンを入れたりとかしたらちゃんと成形できるんですけど、やっぱりアレルギーの人とかやったらグルテンが入ってたらもうアレルギー出てしまうので全く意味がないので、そもそも米粉パンを作る気は全くなくって、絶対小麦の方が美味しいやんって私はずっと思ってたから。でもちょっとスタッフに小麦アレルギーの子がいたりとか、やっぱお客さんの中でもお客さんからもすごい要望が結構あるので、そんなに多いんやと思ってね。ほんでちょっと勉強というかどうやったら膨らむんやろうと思って
こんにゃく粉を入れたらちゃんと膨らむっていうことを教えてもらって、なんか今も 100% でねできるっていうことが分かったんで、それにそういういろいろ具材を試して、これだったら美味しいなっていうやつをやってます。手作りのパン屋さんでも何が入ってるか書いてないじゃないですか、基本は。何が入ってんやろうと思ってすごい不安になって、あとうちの母が糖尿病やったんで、できるだけ糖質を下げないといけない。だから小麦粉だけじゃなくてそれ全粒粉を入れた方がいいんじゃないか、あとお砂糖は甜菜糖の方がいいんちゃうかって言って、であと自分で使いたくないマーガリンとかショートニングとかそういうのも一切使わずに、自分の食べたい体に良い食パンを作りたいなと思って家でずっと作り続けてて。お友達とかにお誕生日のお祝いとか、あと普段もお世話になっている整骨院の先生にお礼みたいな感じで渡したら、すごい美味しいって言ってくれてだんだんもうそれがなんか量が増えてきて作れなくなってしまって、お家ではもうちょっとまた先生とこに「すいませんちょっと焼かしてもらえないですか」って休みの日にって言って「いいよ」って言って「そうだよ、そのままそこで作って売ったらいいやん」って言ってくれはって、でそこの定休日は火曜日やったんで火曜日に自分で焼かしてもらって、でそこで週1回だけの日本パンが誕生して、でそこ火曜日しかやってないんですけど、それをめがけて来てくれはるお客さんもいてはったりとか、やっぱりこだわりの部分を分かってくれはって、私のパン売れるかもしれないってちょっと自信がついて、それでオープンに進めていった感じですね。美味しいと思わへんかったら亮太さんので、もう自分がもう何回食べても「も」って言えるやつを出してます。そうだから最初に美味しいと思ってもらったらもうずっと美味しい。食パンが2種類。パン屋修行短い。これ大豆粉入り、これ大豆粉なんですよ。健康なパンを健康に体にいいパンを作ろうと思った時に、日本の国内の食を研究してはるお医者さんみたいな人がいてはって、その米どころの方が寿命が短いということが分かったんですね。その頃そんな甘いものとか特に普及してないから、米っていうのが一番糖質が高くて糖尿病になる人が多い。寿命が長いところはって言ったら大豆農家さんやったんですよ、その本によると。ってことは糖質もなくってタンパク質も取れてとても体にいいんやと思って、で大豆を入れたいって思って、きな粉ではなくって生の大豆を粉に乾燥させてそのまま粉にしたやつを言ったらなんとか形になったので、それを生地にしてるんですけど、変わったもの入れなくても添加物とか入れなくても大豆を入れることですごく甘みも出るし香ばしさも出るし生地が美味しいんですよ。おはようございます。母です。お母様。はい、母です。今からサンドイッチを。大阪弁でさっき読んでさきちゃんってやつね。で東京弁やってさきちゃんって可愛いねんけどね。
そう大山バター使ってます。塩パンだけ。飼育方法とかを問い合わせしたんですけど、まだ答えてくれて、一応こんな感じでちゃんと飼育してますよっていうこともすごく丁寧に返信をくださったので、もうすごく美味しいんだよね、このバターが。もうだから最初にこれが使いたくて塩パン始めたぐらいこのバターが好きで、だからやめたくなかったし使い続けます。もちろんこの卵っていうだからほんのり甘い感じですね。メープルシュガーを上に振りかけてから焼きます。好みのあんこにできるのでめっちゃもう漏れるので、漏れてもいいようにちょっとだけ多めに入れてます。このフライ底の生地が追いつけへんのよ。たらんなこれ。お客さんが止まっちゃいました。でもね、2週間に1回ぐらいしか買いに行けなくって。放牧豚の無塩石無添加のベーコンです。普通豚さんってすごい狭いケージに閉じ込められて出荷されるまでを迎えるんですけど、このベーコンに使えている豚肉の豚さんはもう完全放牧飼育で豚さんに負担がないようにされて、ちゃんとアニマルウェルフェアにのっとった形で作られている豚肉さんで作ったベーコンです。そうです。すごいめちゃくちゃめっちゃなんていうかな、素材そのものの匂いが違うでしょ。そうですね。肉しいですね。そうなんですよ。こんだけしかないです。原材料。豚バラでしょ。もうびっしりじゃないですか。普通ね。そう。やっぱり素材がいいとどうしても高い。でもそれって命をいただくからね。安いのがおかしいんですよね。
初めての経験ですね。美味しそうなタルタルソースですね。そうなんです。ありがとうございます。これも手作りです。あ、手作りでやられてるんですね。毎日。毎日手作り。はい。あ、この日の分を前の日に全部作って。玉ねぎ。タコスミート。タコスミート。はい。大豆ミート使ったタコスミートです。最初は豚肉でやっとったんですけど、お肉系は使わないようにして。お母さんは真面目やから。真面目が一番ね。楽しい。交代で BLT、そこにトーストあるので焼いてもらったらかなり美味しく食べていただけると思います。ありがとうございます。頂戴します。何でもやる。うちの大豆粉食パンの生地やから甘くなくって上にこれはアンチョビペーストです。明太子チーズソースと。なんかそれにそんなめちゃくちゃたくさんいろんなもの入れなくてもセイロンシナモンっていう癖のないシナモンなんですよ。
れがメープルシュガーです。これ失敗ですわ。アニマルウェルフェアを気に入ってくださってるっていう話をそうなんですよ。しまして、なんかできた時もすごい嬉しくて買いに来てたんですけど、途中からそういう風にされるっていうのを聞いて、その動物たちのために配慮された食材を使うって決意されたのがすごいなと思って、すごい大切なことを教えてくれるファンですね。はい。これがそうですね。ホットドッグですね。応援したいっていう気持ちと、で食べてみたら本当に美味しくて、これを楽しみになってるんですよね、土日の朝の。はい、頑張って続けてほしいなって思いますね。応援したいですね。はい。うちが勝手にアニマルウェルフェアに目覚めていろいろ材料を変更したことに関してすごい
支持してくれはって素晴らしい、すごいいいことですねみたいなこと言ってくれはって救われたというやっぱりね、そんなん関係ないからネオパンが好きって思って来てはる人からしたら急に原料変えられて値段も上がってってしてね、理解してもらわれへんかったらどうしようかなと思って、自分も生活かかってるしできるだけ安くと思ってやってるから余裕もないし、でもなんか自分の中ではやらずにおれへんかったのでもうやってまえと思ってやったんですけど、意外となんかそういうふうに声かけてくれはる人がいてはったんですごい救われました。ありがとうございます。ありがとうございます。子供が食べれそうな米粉のコーンパンと明太子のフランスパンみたいななんか美味しそう。あとなんか前塩パンが美味しかったね、ここね。塩パンとあとオリーブが前売り切れててなかったんでオリーブパンかな。はい、フィセルみたいな感じのやつを買いました。お子様もパン好きですか？パンね、好きね、食べてるね。で米粉パンやったら食べれるね、はい、気兼ねなく親もこれしてる。チーズトッペが1点、明太子トーストが1点、塩バターパンが1点で。そうです、週に1回か2回は、はい、朝早くから空いてるんですよ、7時半から。だからもう朝ごはんに飛んできます。3種類チーズが乗ってるっていう感じで、もうここのパン屋さんのチーズすごく美味しいんですよ。これは塩パンですね。これが明太フランス。朝早いし、でお休みもねすごい少ないし、体壊さないでくださいって、それだけが心配です。何種類かブレンドされてるんですか？そうですね、これフランスパンなんで全粒粉と普通の春よこいが強力粉で、これが中力粉になるんですけどね、これは北海道産じゃないけど国産で三重県の西の香りっていうやつなんですけどね、ちょっと味をつけてます。でもこれは予備発酵がこのまま入れたら発酵しにくいみたいです。やったことないんでわかんないんですけど、ここに入れていきます。そうすると塩と
っちゃい食パンあれです。あれと塩バターパンとあとピザ。あんまりこうカチカチになってほしくないというか、ちょっと食べやすい感じにするために、ほんまでも若干なんで味はほとんど変わらないです。なお準備5キロなんです。で食パン。これ大豆粉です。ほんまの大豆を粉にしたもの。こんなん混ぜてる人は多分おらんの違うかなっていう。数量しか分かりませんぐらい。お小遣いもらってやんのかして。混ぜます。全粒粉と入れまして、ニュージーランド産のバターです。30度。オリーブオイルを入れた方が柔らかいです。仕込んでる間に余ったパン。ブツブツが治らなくて、体とか顔とかで皮膚科に行ったら炭水化物の摂りすぎやって言われたんですよ。よく考えたらパン屋を目指し始めてからパンをめちゃくちゃ食べるようになったんですよ。朝昼絶対パン、しかももう3個とか4個とか一食に食べるような感じで発症みたいになってしまって、で炭水化物全般があかんから、ほんまは米もダメなんですけど、とりあえず小麦を完全にやめたら結構収まる人が多いから一回それでやってみてって言われて、パンだけじゃなくてうどんもパスタも全部そうやめてやったら治ったんですよ。治ったんです。そうそう。だからパン食べてもいいけど食べる前に葉物野菜を食べなさいねってでそれを守ってパンを食べるためにこれを食べてます。あ、そうな、映ってない時、すげえ、めっちゃ優しい。水もちょっとお願いします。パンと、ライ麦のパンですね。はい、トマトとソーセージの全粒粉使われてて健康的な味がしています。
そうなんですね。じゃあ美味しいし体にも優しいしっていうので。はい、そんな感じです。あ、そうですね。ありがとうごあざいまりがとうごす。ざいます。ありがとうございありがます。とうございます。おいくつぐらいパン買われたんですか。6個買いに。 6個。お。メロンパンです。わ、いいですね。しらすのピザらしいです。よく買いに来られるんですか。そうですね。もう月1ぐらいでめちゃくちゃ楽しみです。帰って食べます。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。これを200入れてます。ごめんね、慣れてなくてタイミングこうしておいて。出来上がりました。でこれでちょっとさ、ある程度粗熱取ってから入れ替えます。これ何やったっけ？読み取っていただいて、確認するね。はい。おお、ゲット。何を使われたんですか？今ね、これポイントもらうんで。これポイントがたまったら、こうなって食パンもただではないけどポイントで買える。ご苦労さん。ありがとうございます。おすすめは全部やねんけど、食パンが美味しいじゃないですか。今日は購入されたんですか？食パン買ったやん。ポイントで買えんねん。だから他のは食べられません。美穂ちゃんとこのパンを食べたら。ね。素材が大事。すっごい熱心やねん。あったこっちゃ行って。それもやっぱり試されるやん。いや、偉いわと思って。体に気をつけて、気楽に。まあ今まで通り頑張ってくださいって。
あ今のは何を？バニラペースト、バニラビーンズがペースト状になってる。私やから船をいっぱいガシガシしてもらって。ね、僕らも次いっぺんここ来るの楽しみです。じゃあもう本当に良かったです。また来月。また来月。また来月。ありがとう。りがとうございます。昔僕がこの近所の大学に通ってた時にお母さんが喫茶店をした、喫茶店によく通ったで、その時からの友達、いろんなところこう訪問したりなんかしてるんですけど、まあお世辞抜きでまあ美味しいパンやなっては思いますよ、本当に。で最近は平飼いの卵にするとかね、そういう信念持ってお作りになられてるからすごいなと思うし、でも何より美味しいもんね。はい、これね、それからこれはちょっと保冷剤が入ってるけど、BLT さんのね、タコスミートやった、その新作の釜揚げしらす。お母さんもすごくお客さんを大事にする人やったから、やっぱり娘さんがやっぱりその血を引いてるからかな、非常に愛想もいいし、原点を大切にして一つ一つの作り方だとか無理をせずに美味しいパンを追求し続けていってもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。また来ます。また来ます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。お昼ご飯ですか？お昼ご飯です。昨日の晩ご飯ですね、これね、全部ね。だからコンビニのご飯とかも一切食べなくなりましたもんね。どうですか、この娘さんがのこのお店でパン屋さんになっていかがですか？いやもう私はもう大変やろうけど嬉しいですよ、こなしてやってくれてるのを見てたら。でそのやりたいようにやっててこなしてこう続けていけてるお客さんもそれ来てくれたはるよ、それが何よりです。それともうお互い健康。お願いします。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はどちらに？今日は絆ファームさんに平飼い卵を買いに行きます。堺の方なんですけど、車でだいたい4、50分ぐらい。すみません、お願いします。行きます。出発します。ずっと言ってましたね。海のためだけに行ってたから、その時は沖縄の文化とかそういうのも。おはようございます。こんにちは。よろしくお願いします。でもちょっと前羽が結構抜けてるとこもいてる。産んだ卵を回収して、はい、その体験もさせてもらえるということで、はい、楽しみに来ました。暑さ対策で今シートに水浴びさせてるんですよ。こっちは有精卵と、あと向こうはメスだけのお部屋とある。そうだからメスだけのやつ、ここのやつは有精卵や、うちは無精卵を使ってるので、向こうの傾斜なんですので。やっぱりゲージって何もない、動かないから。平飼いっていうのはどういうことを指すんですか？もう本当自然に近い形でこんな感じで砂浴びっていう、まあ、人間でいうお風呂みたいなのをそういう砂浴びしたり、で今こうやって上乗ってるような木登ったりとかジャンプしたりする自然に近いっていう形ではあるけどね。さっき言ってはったけど、みんな同じところに産む言うて、ね、いやそうなんですよ。ここに卵ありますよ。あるんですか？本能的に次育てるっていう気持ちになっちゃって卵うまくなっちゃうんです。もっときれいにしよう。ご飯後で持ってきます。はい。買いますか？全然自由に触ってもらって。はい。何も持ってない、ごめん。バケツごと。はい、流してってもらって。後半待っとった。ごめんな。私はもうなんかこう動物に優しい。うちでパンでいう原料をと思って探して出会ったけども。産むっていうので体がしっかりできてないと。はい。卵産みませんか？飲食店でも使われてる方はいらっしゃるんですけど、もう平飼いっていう形だけでもうここまで見に来られない方も正直います。すごい取り組みもあって、僕らも何かできたらいいかなっていうので、ぜひとも体験とかいろいろ僕らとは違う形でやっぱりお伝えできることってあると思うんで、そこはもうどんどん進めてもらえたら僕らも嬉しいかなっていう。よかったです。なんかご迷惑ちゃうかなと思ってて。見立てたもん。見立て。何ですか？見立てもついてる。楽しいです。はい。これでちょっと手作業でやられるんですか？そう。すごい。これで。でもやっぱり意外やわ、それは。より一層大切にしなくてはと思ってしまいますね、これ。あと匂いが全然しないというか。そうですね。もう違う。ね、変な匂いがやっぱしてくるんですよ。卵を使った後の器具とかバットとかあんなんがやっぱり匂い残るんですけど、匂いがないですね。白身の弾力がもう黄身もまたぷっくりほんままん丸で、鍋の中に落としてもこの高さが違うっていうか。見た感じで全然違いますよね。全然違います。クリームパンとかやっぱり味変わったって言ってくれる人いてるし、あとベーコンエッグサンドとかやったらもうそのまま卵を焼いてやってるからもう全然違うって分かる人は分かってくれます。本当に嬉しい。ちょっと値上げしたんですけど、それでもやっぱ買ってくれはるからやっぱり味を分かって、そうですよね。ちゃんと理解をしてくださって買ってくれはるという。めちゃめちゃありがたいですけどね。もうめっちゃドキドキしましたけど、最初値上げする時は。はい。すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。そこまで人間が子供を産む時みたいには苦しんでないけど、やっぱり生きんでね一生懸命産んでくれてるなってすごい伝わるので、ほんまに大事にしやなあかんなと思って。アニマルウェルフェアについて知ったのはたまたまこのフェイスブックで鶏ちゃんのそういう現状が急に出てきたんですよ。卵を産む鶏ちゃんの末路というかが結構悲惨なものですっていう情報をやって、私はその産卵系卵を産み終えた子たちはみんな何かしら食に使われてると思ったんですよね。その現状はもっと残酷なもので、ただ単に無残に殺されてるだけの子がいるっていうことをそれで知ったんですね。だから人間のために卵を産まされ続けて、すいません、これ言うと絶対ね泣けてくるんですけど、そう卵を産まされ続けて人間のために命を使って、その最後がそれっていうのが本当に辛くて、なんかせめて生きてる間は元気に大切に今の絆ファームさんみたいに育てられた子の卵を飼いたいなって思ったのが最初ですね。ファンは好きでやってきて、ひとところにとどまるタイプではないのでもしかしたらパン屋じゃない何かを始めるかもしれないですけど、今はパン屋をなぜ盛り上げるために営業できてちゃんと利益が生まれるように、そして美味しいパンを皆さんに届けられるようにやっていきたいんですけど、それが一段落ついたら養鶏場をやりたいなと思ってますパン屋なのに何言うてんねんって感じです人もなんか動物も幸せに暮らせる世界というか社会を目指して活動していけたらなって思います。少しでも人間のためだけじゃないんだよね、この地球は。みんなが幸せじゃないと意味がない。人間だけが幸せやってもこの先いいことなんか分からへんのじゃうかなって思うので、それに向けて何かできることがあれば何でも何でもやっていきたいなって思ってます。なので応援お願いしますよろしくお願いします。さっき言ってはったけどね、同じところに産む言うて、いやそうなんですよ。ここに卵あります。ありがとうございます。